こんばんは、もふもふ不動産もふです。今日はですね、なんと日経平均が2万円をですね、回復しましたってことで、なんでですね、株価が上がっているのか、またですね、今後、株価はどうなりそうなのか、個人的な予想とかをですね、解説していきたいと思います。で、今日の内容なんですけども、日経平均のですね、状況をちょっとまとめてみました。で、またですね、経済状況、過去のですね、結果と比較して、どういうぐらいですね、投資、株価が上がっていきそうなのか、そういったことをですね、解説していきたいと思います。で、日経平均はですね、回復してきますね。びっくりしました。こんなに早く回復するとはね、思ってなくって。1月半ばぐらいですね。それは、1万、2万4千ぐらい最高値を、つけたところでした。で、そこからコロナの影響があってですね、株価が、1月、2月、3月下がっていって、3月半ばにですね、危機的な、株価30%ぐらいですね、暴落して、たった1ヶ月ですね、相当暴落したんですけども、1万6000台まで暴落しましたと。そこら辺でですね、日銀が金融緩和したりとか、金融緩和しても株価下がったりとかしていたんですけども、でもそこをきっかけにですね、回復し続けて、ようやくですね、今2万円を到達したような状態になっています。でもね、実態の経済は悪化している状況なんですよね。だから結構難しいなって思うのは、景気自体は悪いけど株価上がっていってるっていう状態なので、なんでこんなことになるのかって、なかなか難しいところあるんですけども、で、さらにね、円高なって、原油もね、暴落していると、経済ね、原油が使われないとか、そういうのあったりとか、いろんな、供給過多になったりとかしているんで、で、原油安になると、株安になるって言われてるんですけども、でも原油安でも円高でもですね、株高になってるっていうところで、ちょっとね、不思議な相場になってます。じゃあなんでね、株価どうやって決まってるかっていうと、これ復習になるんですけれども、株はですね、欲しい人と、売りたい人と買いたい人の需要と供給で決まってます。なので、経済がね、どれだけ悪かったとしても、買いたい人が多かったら株価上がっていくし、売りたい人が多かったら株が下がっていくってイメージなんですよね。で、これ板とか言ったりするんですけども、売りたい人は1円でも高く売りたいよって思ってる人が、当たり前なんですけども、1円でも、高く売りたくって、買いたい人は1円でも安く買いたい。それがですね、例えばとある株が、1100、1001円で売りたい人、1002円で売りたい人、1300円で売りたい人が、それぞれ100株、200株、100株とかあったりとかするとしますと。で、1円でも安く買いたいんで、1000円で買いたい人が300株、999円で買いたい人が200株って、そういう風に並んで、せめぎ合ってるんですよね。で、こういう風になってて、で、もし、買いたい人が1001円でもいいから欲しいよって言ったら、1001円で、値段がつくと。で、もし、1000円でもいいから売りたいよって言うと1000円になると。で、これがどんどん買いたい人がこの株を買っていけば株価上がるし、売りたい人がどんどん売っていけば株価がですね、下がっていくって。そういうですね、基礎になってます。なので、経済が良ければどうこうっていうのは、前提としてあるんですけれども、でも、株をですね、欲しい人が多ければ、株が上がっていくと。なので、今の状況としては、株をですね、買いたいって人が多い。それでですね、株が上がっている。それね、市場に単純なんですけども。でもなんでね、株価こんなに欲しい人がいるのか、いろいろ悩ましいところがあって、一回下げすぎたから、そこでですね、売ったのを買い戻している人はですね、後でちょっと、どういう人が買ってるかちょっと出すんですけども、なかなかね、難しいところがありますと。で、日経平均のね、チャートなんですけれども、一旦ですね、ここで16,358円をつけたところで一回回復して、で、この辺ね、攻防で1万9000円あたりを一回抜けて2万円超えましたね、ここで。なので、ここからね、回復するのかどこまで上がるのか結構悩ましいところで、2万4000、経済状態考えると2万4000まで戻るってことはないと思うんですけども、でもなんかこう、バブってるからね、上がるとね、株欲しくなる人多いんで、その後この辺でね、買い始めるとまたさらに上がって2万4000超える可能性も出てきたなと思って、とんでもない相場になってるなっていうね。でも経済はもう本当最悪な状態になってて、緊急事態宣言になってるっていう状態なので、その経済とね、実際の株が乖離してる、バブルって呼んだりとかされてるんですけど、そういう状態にちょっとなり続けてると。で、週足だと、これ、さっきの日足っていうのは1本が1日なんですけども、これ週足は1本が1週間なんですが、それで見ると、2万円ぐらいっていうのはですね、だいたい3年前ぐらいですね、2017年ぐらいの時の株価と同じぐらいで、そこからね、1回1万9000円とか2万円とかつけたりとかしてるんですけど、基本ですね、それぐらいの相場になってるってことで、まだこの3年ぐらい前の株価ぐらいまでしか戻ってきてないということで、まだね、そこ昔に比べるとまだ回復はしきれてきてないということですね。で、
さらに、月足、1本が1ヶ月とかで見ると、こう1回、アベノミクスからですね、こう上がっていって、で、2万、ダブルトップつけて、ダブルトップとか言ってるんですけど、ダブルトップつけて、そこからね、下がってるように見えるんで、この、移動平均線見るとですね、月足で移動平均線がちょっとね、始めてるから、トレンドもしかしたら変わるかなって、そういうようなですね、ところに今いるような状態になっていると。なので、日本株の状態としては、もう本当に3月初めに暴落してあるところから、金融緩和、日銀がですね、3月16とかに金融緩和して、日銀が買ってるってのもあるんですよね。年間6兆円っていうところですね、年間12兆円に倍プッシュで買い続けてるね、株を。あと、緊急事態宣言があって、それでですね、株が上がった。なかなかなんで上がったかって因果関係難しいんですけども、上昇したりとかしているような状況ですと。なので、3月から4月はですね、すごい一気に回復しているような感じですと。でも景気は一気に悪化している、今破綻するホテルとかですね、ファーストキャビンとか、一気の大手のところとか、いろいろ破綻し続けてたりとか、店舗がですね、立ち行かなくなったりとか、ライブバーが閉店とか、いろいろですね、実体経済は悪いです。航空アナとかね、JAL とか、いろんな世界的にも、経済が悪化しているような状態なので、なかなかここが乖離してるのはね、あんまりこういうの見たことないので、不思議な相場だなと思ってます。で、買ってる人がいれば、株価上がってるんで、今単純にですね、買ってる人が多いって、そういう感じになってます。じゃあ誰が買ってるのかっていうので、参考になるとしたら、このですね、投資主体別売買動向っていうのを、東証はですね、毎週出していて、これで誰が買ってるかとか、誰が売ってるかっていうのがですね、ざっくりわかるんですよね。で、これで、見ると、4月の3週のところで見ると、海外投資家がマイナス、30万とかなってて、投信が、ちょっと売ってるよってことで、このところ見ると、海外投資家と投信託はですね、売りがいっぱい出てるっていうような状態になってると。あと誰が買ってるかっていうと、この信託銀行がですね、結構買ってるんですよね。なので、個人はね、信用で買ってて、現金で売ってたりとかね、個人はね、トントンぐらいだったら、ちょっと先週だとかなり、売ってたりとかするんですけども、なので、大きくっていうのは、信託銀行をむちゃくちゃ買ってるなってところがね、面白いなと思って、大体ね、海外投資家が、売ったり買ったりするとそっちの方向に行くことが多いんですけども、今回ちょっと海外投資家全部、売り越してるんで、今回なかなか逆の方向に行ってるっていうのはね、なかなか珍しい。聞いたことないですよね。海外投資家がどうこうとかね。それこの、投資主体別、売買動向とかで見たりできるっていうことで、今は、そういう傾向にあるところですね。これは完全にね、因果関係かって言われるとなかなか難しいんですけども、じゃあ今後どうなるのかってね、すごい気になるとは思うんですけれども、基本ね、株が、前提条件として株が上がるか下がるかわからないっていうところで、状況としては、景気は後退しているっていうところで、金融緩和で、お金がね、余ったところが、全部株に流れ込んでる。一回売りすぎたのが、そっちにですね、戻ってリバウンドしてるっていうようなところなので、それで、短期的に株が上がっているような状態だと思われますと。で、これをですね、実体経済の方向に、トヨタもね、減産したりだとか、リクルートがですね、赤字転落っていうか、マイナス、融資打診かけたりとか、そういう状態になるので、経済をですね、株価追いついてくるのか、乖離してどんどんバブルになって上がっていくのか、そこはですね、結構難しい。それか、もう今後、すごい勢いで急回復して売り上げがですね、戻るって予想してるから株価上がってるのか、そこはね、どうなってるのかなかなか難しいところですね。バブルなのかどうか、そこも含めて結構悩ましいですと。でちょっとここから先はね、投資は自己責任なので、上がるか下がるかわからないっていう前提で、個人的見解が伸びているので、そこはね、ちょっと注意してください。で、投資家のね、シスさんって方ご存知ですかね、200億円以上個人投資家の方で、運用されてる、むちゃくちゃね、有名な方なんですけれども、その方今日ツイッターでつぶやかれてて、バブルの予想通り日経平均2万突破したとか言ってて、そういうふうにバブルが来てる、コロナバブルが来てるっておっしゃってますね。止まらないコロナバブル来るよ。日経3万円、ユニクロ10万円、企業は大川人を関係なくいけるとか。でもとは言ったけど連休怖いなとか、毎年ゴールデンウィーク大暴落してるし、マジ怖とか言ってるんで、何が言いたいかっていうと、資産ですらやっぱ揺れてるっていうか、そういう状況、っていうことですよね。なので、株が上がるか下がるかわからない。バブル来てるから上がりそうだけど、でもゴールデンウィーク中は下がるかも。5は毎年ね、セルインメイってこともあったりするんで、5月にね、株は売れ、みたいな、格言はあったりするんですけど、そういうのもあったりとかして、上がるか下がるかようわからんなっていう状況、シスさんも言ってるっていうので、僕も、ちょっとほっとしたっておかしいですけども、同じような見解だなって言ってね、シスさん
レベルでもやっぱわからないっていうね、こう悩ましいところですよね。で、リーマンショックの時と、チャート比較してみるとですね、ピーク、今のこの、青いのはリーマンショックの時の株価を、今のですね、日経平均の24,000に合わせた時のチャートですね。で、今回の、株価がですね、このオレンジのやつが、今回の株価で、横軸はですね、ちょっと時間を、リーマンショックの時に合わせてます。で、サブプライムローンとかなんとか言ってた時がですね、2007年ぐらいでサブプライムローンが危ないよとか言ってて、でも本当に危ないのかな、どうかなって言ってるうちに、じわじわ下がっていって、で、リーマンブラザーズが本当に破綻してですね、この辺で、2008年9月で、リーマンショックがバーンと下がった。そういうチャートになってるんですけども、これ単純に比較して意味があるのかどうかって言われると、リーマンショックと、経済が同じかどうか、景気の後退が同じぐらいかどうかっていうのを比較して、で、それぐらい、リーマンショックより、程度が同じぐらいであれば、株価も同じぐらいになるかどうかっていう過程のもとですね、ただ単に並べてるだけですね。意味があるかどうかって言われるとですね、意味はそこまでないんですけども、でも他と比較するものがないので、とりあえず比較しているような、そういう状態なんですけれども、それで見ると、まだまだですね、リーマンショックと比べるとまだたかだか2、3ヶ月ぐらいのことなので、一回こう下がって上がったり、リーマンショックなので上がって、下がって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 下がって下がって上がって、みたいな、そういうチャートになってるんで、ここからですね、どうなるかっていうのは、ちょっと1年半ぐらい見ないとわからないのか、そういう何事なのでね、こう戻っていくのかっていうところで、まだまだですね、リーマンショックと比較すると、そんなにですね、むちゃくちゃ回復してるわけではないなっていうのがわかるっていうことですね。で、これ前出したんですけども、IT バブルの時とかは、ピークからですね、株価下がりきるまでですね、やっぱ3年ぐらいかかってるっていうのと、一回下がった後に戻るまで4年ぐらいかかってますよっていうことなので、もし今回リーマンショック級とかですね、IT バブル級ぐらいだとすると、3、4年ぐらいですね。3、4年から5、6年ぐらい。それぐらい株価下がるかもしれないって覚悟はしといた方がいいですよってことですね。で、リーマンショックの時も、1、2年5ヶ月かかって、下がりきって、で、これ、両方ともダウなんですけれども、4年かけて戻ったよ、みたいな、そういう感じになってますね。これ、ごめんなさい、ダウですね。さっきは日経平均なんですけども。なので、結構、長期的に、株価が下がるかもしれないっていうところがあるので、そこはですね、気をつけた方がいいと思います。なので、個人的な見解としては、短期的には戻り続けてますと、どっかで、ピークが来ると思ってるんですけど、今は、短期的にはバブルで戻ってる状態ですね。で、24,000まで戻るのは難しいかなっていうふうに思ってるんですけども、でも予想外のこと起きてるんで、24,000超えてくる可能性もあるなと思ってます。で、中長期的には実態の経済をですね、株価が反映していくと思うので、配当がなくなったりとかですね、赤字の決算が出てきたりとか、するので、そうすると株価は下がるのかなっていうふうに予想してます。ただね、これはあくまで僕の、自己予想なので、投資は自己責任で、僕はずっと言ってるんですけど、売買してないですね。今わからないんで、方向性が見えるまではちょっと手を出さないっていうふうに、予想、見てます。はい。で、よく聞かれるんですけど、暴落してる時に、投資してもいいのかってね、聞かれるので、これも、回答しておきますと、暴落してるけど、やってもいいですよっていうのが、僕の、見解ですね。で、なんでかっていうと、やっぱ暴落してでもしなくても投資はリスクがあるので、常にですね、それは、現金で持ってても、今後インフレが起こるかもとかですね、ところがあるんで、投資してもしなくても別に、現金で持ってたとしてもリスクがありますよってことと、あと、ちゃんとですね、リスク管理とか資金管理ができていれば、それはですね、投資しても全然問題ないとは思ってます。で、今みたいにこういう荒波の時に飲まれるわけではなくって、そこからね、大航海時代みたいな乗り切るのか、それとも、例えばこういう時でも、投資の金額を抑えていけばリスクは低いですよね。なので、例えば、月100円とかね、月1000円とかでもね、積み立ての投資できるんで、そういう感じであれば、全然今、下がってようが上がってようが、あんま関係ないですよね。なので、そういう少額から実際にお金をかけて、月1000円とか、月100円とか、その余剰資金を投資するっていうのがすごいおすすめです。なので、くれぐれも今こういう、荒波が来てる時に、余剰資金じゃなくてギャンブルみたいな、大きなお金をかけるのやめた方がいいんですけども、でも、月100円とか1000円ぐらいで、全然人生ね、余剰資金であれば、そういうやるにはすごいいいタイミングだと思います。場が荒れてても、かける金額少なかったら全然穏やかなので、そういうね、少額から始めるのをすごいお勧めしてます。なので、いつ始めるべきなのかとかよく聞かれるんですけども、投資ね、できれば、興味を持った時に始めるっていうのが今ベストだと思います。なので、今コロナの関係だとかで投資とかね、興味が持ったりとか、株がどうなるんだろうとか、景気がどうなるんだろうって興味持ったんだとしたら、全然ですね、始めて OK だと思います。で、ゲームのようなものなので、
そういう興味を持った時に、スポーツとかね、そう同じような感覚なので、投資とかも、似たような感じで、少額から、楽しみながらですね、実際の経済調べて、じゃあ株価どうなるかとか思いながらですね、ちょっとずつ買っていくっていうんで、それで知識が深まるんですよね。それはすごいおすすめです。で、別に遅すぎるとか早すぎるとかもないので、全然ですね、何やるにもこれ株だけに限らずなんですけども、いつやってもいいと思ってます。で、今始めても全然問題ないので、月1000円とかね、月1000円で人生変わるかっていうと変わらないんですけれども、その少額から積み立てて、毎月ですね、月1000円ぐらいを、もう定期的にドルコスト平均法って言うんですけども、それで買っていくっていうので、おすすめです。月1000円が厳しいなとすると、月100円とかでもね、全然いいと思うんで、そういう余剰資金から始めましょうと。で、複利の効果があるんで、早い方が、有利ですと。で、別にですね、いきなり大金をやると、すごいですね、リスクあるので、いきなり大きな金額はかけない方がいいと思います。なので、暴落をですね、体験するのはすごいいい機会だと思うんで、こういうですね、イベントって言っちゃおかしいですけども、なかなかこれだけ株価が一気に下がって一気にまた戻るみたいなところはないので、そういう経験をね、得ておくのはすごいいいと思います。で、とにかく大金をですね、余剰資金以外、なくなってもいい金額から始めるのがおすすめですと。で、そうやって実際のお金を投資して運用することで知識が深まっていくんで、まずはね、三輪車ぐらいからですね、ちょっとやっていって、慣れたら、なんかちょっとね、補助輪取ってもうちょっと金額上げたりとかね、そういうことをするのがすごい重要で、例えば退職金ね、1000万とか2000万もらったとして、いきなり投資に全額わけわかんないまま突っ込むと、それなくなる可能性あるんで、そうならないように、若いうちからですね、実際少額からですね、投資するっていうのはいいと思います。ちょっともし投資興味あるんだったら、詳細欄におすすめの証券会社貼っとくんで、ぜひですね、申し込んでみてください。無料ですぐ解説できるので、口座持っといて、なんかあった時にちょっとずつ買い足すっていうのもありだと思うんで、ぜひね、そういうのは面白いと思います。なんか結構ね、例えば、モンストとかがね、流行ってた頃はモンストが流行ってるから、じゃあ、ミクシーの株を買おうみたいなね、なんかそういう、経済見た時に、これは今後来そうだから、その株をちょっと買ってみようとかっていうのはすごいね、勉強になるし、おすすめだと思います。よりね、社会を見る目が豊かになると思います。ということで、日経平均上がってるんですけれども、なかなかね、難しいっていうところですね。で、まとめの前に一回紹介なんですけども、もし株式投資やりたい場合は、株式投資の基礎っていうのをね、再シリーズ作ってるんで、ぜひ見てみてください。あと、不動産投資講座もですね、無料でやってるんで、ぜひ不動産投資をですね、物件の買い時が来るんで、始めたいなと思う人はぜひ見てみてください。ということで、日経平均がね、上昇中なんですけれども、2万円はですね、回復しました。これね、こんな回復するんだってね、びっくりしてます。でも、経済は化しているので、今がね、そこでここから戻るのかどうかって言われると、ちょっとすぐ戻りそうじゃないなっていうのが僕の予想ではあります。短期的に反発してるだけなんじゃないかなっていうところなんですけども、でも24,000までね、一気になんか戻りそうな気もするなっていうところで、結論よくわからんってことなんですけども、ただ長期的に見ると、経済は一旦ですね、リセッション、不景気に入ってくる。GDP もね、むちゃくちゃ下がるし、こんな状況で、物も売れなくなるっていうね、百貨店とかも悲惨な状況になってるので、すぐね、これを回復するかっていうと戻らないんじゃないか。コロナの影響も長期的にね、なりそうな、残念ながらなってしまいそうってことなので、自分たちはそういう予想してますが、株価上がっていく。そこで、どうするかっていうのはなかなかですね、難しいところだと思ってます。はい、最後までご視聴ありがとうございました。もし面白かったですね、高評価いただければ嬉しいです。またですね、このチャンネルでは経済ニュースとか役立つ情報を発信しているんで、ぜひチャンネル登録をお願いします。またですね、いつもコメント高評価ありがとうございます。役に立ったらコメントいただけると嬉しいです。全部ですね、見てますんで。また、役に立ったら Twitter とかね、シェアしていただいたり、あと友達とかに教えていただけると嬉しいです。また、Twitter フォローしてください。あと、インスタね、ようやく5000人超えました。ありがとうございます。フォローお願いします。あと、Facebook ページもね、詳細貼ってるんで、よかったら見てみてください。どうもありがとうございました。ウェイ。いやー、すごいね。株ね、2万円いきましたね。ゴールデンウィーク後どうなるんですかね。そこで一旦ね、相場が冷えるのか、加速するのか、楽しみです。はい。